ジェンズ ZA で主要な登場人物の手持ちポケモンを色違い厳選してみた。企画のルール説明。ずんだもんにはレジェンズ ZA で色違い厳選をしてもらいます。それでは私が面白くないので、主要な登場人物の手持ちポケモン、上位ランカーたちが、クリア後の ZA ロワイヤルインフィニティのリワード戦で繰り出してくる全ポケモンの色違いを厳選してもらいます。ただ、今ではベンチ厳選やワープ厳選など、楽に色違い厳選ができてしまうため、そこでさらなる縛りとして、手持ちポケモンと同じ系統のポケモンは、同じ性別が出現するまで粘ってもらいます。色違いは通常個体だけです。どの上位ランカーたちも、親分を手持ちに加えていないので、親分は NG とします。また色違いを捕まえる際には、上位ランカーたちと同じボールで捕獲することとします。違うボールで捕獲してしまった場合、もう一度色違い厳選することに、なんてことがあるかもしれませんね。通信進化と化石ポケモンは、例外としていましたが、DLC のメガ次元ラッシュで、企画のルールを適用できそうなポケモンは、そちらで捕獲することとします。DLC のメガ次元ラッシュが配信され、異次元ミアレでも、色違い厳選できるようになりました。なので追加ルールとして、現実ミアレで、厳選するポケモンの色違いを捕獲してから、異次元ミアレで、色違い厳選をして良いこととします。また純伝説以外のポケモンの色違い厳選する際は、厳選が簡単になってしまうので、輝きパワーを使うことを禁止とします。企画ルールのまとめです。上位ランカーたちの手持ち全ポケモンの色違いを何時間で捕獲できるのか予想しながらご覧ください。プレイ環境はこんな感じです。スイッチ2を購入できましたが、この企画はスイッチで色違い厳選を頑張るので、応援よろしくお願いします。それでは色違い厳選スタート。今回はピュールの手持ちポケモンの色違い厳選の続きをしていくわ。前回はピュールの手持ちポケモンの3匹を捕まえたのだ。アリアドスの進化前の糸丸と、ヤミラミと、ワルビアルの進化前の目黒子を捕獲したわね。今回はまだ捕まえていない色違いを捕まえるのだ。まだ捕獲していないのは、ギルガルドとズルズキンの2匹よ。それでどっちのポケモンから厳選するの？まずはギルガルドから厳選するのだ。ギルガルドの進化前の一月は、フラダリラボにいるわね。なのでフラダリラボのワープで厳選するのだ。厳選場所への行き方は、フラダリカフェに飛んで、カフェの中に入り、そのまま進んで、フラダリラボに入り、ここのワープパネルの上で A ボタンを押すと、一月たちがいる部屋の前にワープするのだ。ここで厳選するのね。一月を厳選する前に下準備が必要なのだ。そうなの？どうやらワープするだけでは手前の2段ギルしか厳選できないのだ。なんで？奥の一月たちが描写されていないかららしいのだ。あら、そのための下準備をしていくのだ。参考にした動画は概要欄にリンクを貼っておくわ。まずは一月たちが見えるまで近づいてほしいのだ。2段ギルに見つかったわ。テイク2、2段ギルに見つからないように一月たちが見えるまで近づいてほしいのだ。ほうほう。次にマップを開いてフラダリラボの入り口までファストトラベルをすると一月もワープ厳選できるようになるのだ。なんで？わからないのだ。わからないんかい。5本一応ワープの位置から一月を目視できるか確認しておくのだ。一瞬だったけど一月を確認できたわね。最初の10分は手動で厳選してみるのだ。はい、今回厳選している一月の性別の割合なのだ。一月って性別あるんだ。実はあるのだ。前回の糸丸たちと同じ50-50なのね。1匹目からオスが出る流れが来てるからすぐに終わっちゃうはずなのだ。物欲センサーさん、ちゃんと仕事してね。さて10分の手動厳選が終わったみたいね。一応確認しておくのだ。3匹とも通常食なのだ。だよね。ここからは連射コントローラーで厳選を続けるのだ。50分ほど厳選したわ。ここから見える一月は通常食。色違い音が鳴ったわ。2段ギルが色違いなのだ。
オスだったらここで厳選終了だけど。確認するのだ。ほい。あまさかのメスだったのだ。ニダンディルの色違いを捕獲したわ。はい、ニダンディルの色違いは出たけど、ピュールのギルガルドの性別はオスだから、厳選続行。うぐ。追加ルールとして、現実ミアレで、厳選している色違いを捕獲したら、異次元ミアレで、色違い厳選してもいいことにしたじゃん。そういえばそうだったのだ。ここから異次元ミアレで色違い厳選する。異次元ミアレでの色違い厳選は楽だけど、色違い厳選するまでのドーナツ、歪み、配置とかの厳選が大変なのだ。まあね。スイッチでも一月の色違いが出るのかが気になるから、もう少しここで粘るのだ。さらに約1時間ほど厳選したわ。そろそろ一月の色違いが出ますように。1匹くらいは出てるんじゃない？性別で沼るかもだけどね。一月の色違いがいるのだ。ほんとだわ。しかももう1匹の一月も色違いじゃん。あとは性別だけ。ほい。よし、オスの色違い。おめでとう。ありがとうなのだ。ほい。こっちもオスの色違いだったのだ。離れてからプレミアボールをセットしておくのだ。賢い。そして背面取りを狙うのだ。色違い一月を捕まえたのだ。2匹目の色違いの一月を捕獲したわ。はい。色違い一月の厳選にかかった時間は約2時間でした。その間に捕まえた色違いは一月1匹、2段ギル1匹だったのだ。スイッチでも一月の色違いを厳選できるのだ。手順通りにすればいいから、目黒湖の放置厳選の下準備より楽だわ。それはそうなのだ。最後はズルズキンの進化前のズルックを厳選していくのだ。ズルックはどこで厳選するの？今回はルージュ3番地のノースサイドストリートにあるホロベーターのビル裏側のベンチで厳選するのだ。参考にした動画は概要欄にリンクを貼っておくわね。厳選場所への行き方はリストランテ2流に飛んで、リストランテを正面にして左側に進み、玉屋を通り過ぎてこの角を右に曲がって左側に厳選場所があるのだ。ベンチを正面にして左端のベンチで厳選するのね。それでズルックはどこにいるの？ズルックは玉屋の裏側にいるのだ。そこへの行き方は？ベンチを背にして左側に進み、木箱がある角を右に曲がって、さらにこの角を右に曲がるとズルックがいるのだ。ズルック3匹とズルズキン1匹がいるわね。ただズルックたちは夜だけ出現するから厳選効率は悪いと思うのだ。まあ仕方ないわね。それでは10分間は手動で厳選してみるのだ。これが今回厳選しているズルックの性別の割合なのだ。一月たちと同じ 50-50 なのね。これならすぐにオスが出るはずなのだ。でも2段ギルの性別はメスだったじゃん。うぐ。そういえばスイッチ2で厳選するならズルックたちを同時に倒してリポックするギリギリでセーブして、色違いがリポックしなかったらリセットする厳選方法がおすすめなのだ。なるほどね。さて10分の手動厳選が終わったみたいね。一応確認しておくのだ。ズルックの色違いはいないわね。ここから連射コントローラーで厳選を続けていくのだ。約3時間20分ほど厳選したわ。1時間おきぐらいに確認したけどズルックの色違いがいなかったのだ。ここで色違い音が聞こえたということはコクーンの色違いなのだ。ですよね。色違いコクーンを捕まえたのだ。ズルックの色違いはいるかしら？右端のズルックが色違いかも。そうなの？プレミアボールをセットしてねえ、本当に色違い？やっぱり色違いだったのだ。よっしゃ、オスだったのだ。おめでとう。ありがとうなのだ。色違いズルックを捕まえたのだ。はい、色違いズルックの厳選にかかった時間は約3時間30分でした。その間に捕まえた色違いは
コクーン1匹だったのだ。やっぱり出現する時間帯があるポケモンの厳選効率は悪くなるわね。本当に。まあ1匹捕獲したら異次元ミアレで厳選すればいいからね。色違い厳選するまでに時間がかかるから、なるべく異次元ミアレで厳選したくないのだ。これでピュールの手持ち全ポケモンの厳選が終わったのだ。ちょっと待って。今ピュールの手持ちポケモンを確認したんだけど、デウロの時と同じくなんか1匹増えているわ。厳選続行ってこと？そうなるわね。そんな。頑張って。うわぁ。はい。追加でストリンダーの進化前のエレズンを厳選していくのだ。エレズンは星2と星4の異次元に出現するらしいわね。ということで約20分かかったけど出しておいたのだ。意外と時間がかかったのね。ドーナツも作っておいたのだ。今回のドーナツは遭遇パワーレベル2なのね。捕獲パワーがなくても大丈夫なの？多分大丈夫。それでは厳選場所の下見に行くのだ。ホロベーターで厳選ができるかしら？入り口の正面にはシビシラスの群れで、あの場所にホロベーターがあるってことはホロベーター厳選ができそうなのだ。あ、エレズンたちがいたわ。反対側はメリープの群れか。屋上もメリープたちがいるわね。厳選効率を上げるためにこの3箇所中2箇所がエレズンの群れになるまでバックアップからやり直して配置厳選するのだ。はい、下見の時と同じくエレズンとメリープの位置は一緒で、屋上がエレズンの群れになったわ。屋上は厳選できないかもだけど、妥協して試行回数で頑張るのだ。やっぱりそうなっちゃうのね。それでは10分間は手動で厳選してみるのだ。これが今回厳選しているエレズンの性別の割合なのだ。一月とズルップと同じ 50-50 なのはありがたいわね。ありがたいんだけど、エレズンの進化系のストリンダーには姿違いがあるのだ。ハイな姿とローな姿よね。そうなのだ。性格が意地っ張り、やんちゃ、勇敢、わんぱく、能天気、うっかり、生意気、せっかち、陽気、無邪気、頑張りや、素直、気まぐれは、ハイな姿に進化して、性格が寂しがり、ずぶとい、のんき、控えめ、おっとり、冷静、穏やか、おとなしい、慎重、臆病、照れや、真面目は、ローな姿に進化するのだ。うわぁ、時間がかかりそうね。あ、ミントで性格を変えて、進化させればどの性格でもいいんじゃない？ミントで性格を変えても、進化先は変えられないのだ。長期戦になるじゃん。10分間のホロベーター厳選が終わったみたいね。一応確認しておくのだ。エレズンの色違いはいなかったわ。メリープと屋上のエレズンは通常色だったのだ。リセットしてから連射コントローラーで厳選を続けていくわ。約30分ぐらい厳選したから確認するのだ。いる。エレズンの色違いがいるわ。はわ。しかも2匹も色違いがいるのだ。まずは性別を確認して。よし、オスだったのだ。捕獲するまで性格はわからないからプレミアボールで捕獲してね。ローな姿に進化する性格でありますように。やっぱり捕獲パワーは必要ね。遭遇パワーでリポックする時間を短くして回転数を上げるつもりだったから。よし、色違いエレズンを捕まえたのだ。性格は意地っ張りだったのだ。ということはローな姿に進化する性格じゃないわね。まだもう1匹いるのだ。次こそはローな姿に進化する性格なのだ。次はオスじゃないかもしれないのに。よっしゃ、2匹目もオスだったのだ。よかったわね。2匹目の色違いエレズンを捕まえたのだ。2匹目の性格は穏やかだわ。ローな姿に進化する性格なのだ。おめでとう。ありがとうなのだ。2匹目で目標達成ね。この後どうする？カロリーがなくなるまでもう少し厳選を続けようと思うのだ。もったいないもんね。約1時間50分ぐらい厳選したから確認するのだ。30分ほど経って確認してリセットを繰り返したわ。エレズンの色違いはいなかったけど
メリープの色違いが2匹いたのだ。メリープの色違いを捕獲したわ。約30分ほど厳選したから確認するわ。エレズンの色違いがいたのだ。また押すね。色違いエレズンを捕まえたのだ。約50分くらい厳選したけど色違いが出なかったので帰ってきたわ。はい、ローな姿に進化する性格の色違いエレズンの厳選にかかった時間は約40分でしたが、追加で約3時間10分、合計で約3時間50分でした。手持ちにいるエレズンを除いて捕まえた色違いはエレズン2匹、メリープ2匹の合計4匹だったのだ。異次元厳選、ドーナツ厳選、配置厳選の時間は含んでいないわ。性別と性格の両方を粘る必要があったけど、早く終われてよかったのだ。運が上振れてよかったわね。これでピュールの手持ち全ポケモンの厳選が終わったのだ。ここまで長かったわ。あとは進化シーンを流して終わりなのだ。ピュールの手持ちポケモン厳選で捕まえた色違いなのだ。厳選外で捕獲した色違いもこのボックスにいるわ。アッピュールの色違い手持ちポケモンの登場シーンも見たいので今から流します。はい、今回はピュールの手持ちポケモンで捕獲していなかったディルガルド、ズルズキン、ストリンダーの3匹を色違い厳選したわ。いやー、前回のワルビアルの進化前の目黒湖の厳選に時間がかかったのだ。追加ルールがなかったら異次元ミアレで簡単に厳選できたのに、現実ミアレで厳選しているポケモンの色違いを捕獲してから異次元ミアレで色違い厳選するようにルールを追加したもんで、異次元ミアレでの厳選は下準備が大変だけど楽に色違い厳選できるのにいい。ずんだもん、考えてみてよ。現実ミアレで厳選してみていろいろな発見があったでしょ。目黒湖の放置厳選の方法とか、一月のワープ厳選の下準備とかのことをずんだもんがスイッチで厳選して感じたことや厳選場所で厳選してみてどんなポケモンの色違いが出るとかを視聴者さんと共有することも大切だと思うわ。それはそうかも。それにすぐに色違いが出たら面白くないじゃない。それが本音じゃん。5本今回はここまで。このチャンネルでは色違い厳選や
一撃必殺技縛りなどの縛りプレイをしているのだ。お時間のある時にそちらも見ていただけると嬉しいです。もしよろしければチャンネル登録をしてもらえるとすごく嬉しいのだ。また高評価もポチッと押していただけると、それを励みに動画制作をしていきますわ。コメントで動画の応援をよろしくお願いなのだ。次の動画でお会いしましょう。ではでは、ご視聴ありがとうございました。